この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？そんじゃ、今回も一挙やってみっか。今回の作品は、日常へと帰る伝説、レジェンズ、蘇る竜王伝説。レジェンズ、蘇る竜王伝説は、2004年から放送された全50話のテレビアニメだよ。今までの中で一番話数が長いね。フジテレビにて日曜朝アニメ枠を務めた今作は、1996年にたまごっちを、1997年にデジモンを送り出した日本の玩具メーカー、ウィズのチーフデザイナーであった渡辺健二氏の、レジェンズシリーズを原作とした、いわゆる、反則アニメだ。シリーズとしては、2003年にまず初期設定である小説が、数々のキッズアニメの構成や脚本を担当する園田秀樹氏によって書かれ、同年週刊少年ジャンプにて、違う物語が漫画版として、原作平井凛先生、作画春野誠先生の夫人でスタートしているんだけど、そこからさらに、全く別角度からレジェンズの魅力を、描き出すこととなったのが、このテレビアニメ化だったんだ。舞台は2000年代の現代アメリカはニューヨーク。しかし物語は、どこぞの山脈の地底深くから始まる、TWC の旗印を掲げるは、天下のおもちゃメーカー、ダークウィズカンパニー、防護服に身を包んだ彼らは、かつて存在した伝説の生物、レジェンズ、が眠りについた姿、ソウルドール、を探しに、はるばるここまでたどり着き、ついに探し当てたのだ。喜ぶ一同だが、よく見ると報告にあった数と一致していない。社員たちが躍起になる中、一人の女性が一足先に忍び込む。さらなる新王へ踏み入ると、そこから強い風が巻き起こり、隠されたソウルドールが明らかになった。レジェンズの属性のうち4つをそれぞれ司る、4大レジェンズたち。火のレジェンズ、ブレイズドラゴン。土のレジェンズ、グリフィン。水のレジェンズ、ビッグフット。あれ？最後の一つである、風のレジェンズ、ウィンドラゴンは、上から降り注ぐシャインの雨を、下から吹く渦巻く風でやり過ごす洞窟女性、はるか、ダークウィズカンパニー社員たちを出し抜いたはいいが、突如地底が大爆発、土砂が噴出、はるかは社員もろとも、自前のバイクごと吹っ飛ばされた上、3つのソウルドールも、どこか遠くへ放り出されてしまったのだった。それから1年が経過し、物語はようやくニューヨークに移る。野球場では、弱小チームのリキリキリッキーズが試合に臨んでいた。やる気だけは天下一品のお調子者少年、柊の出番だ。しかし素振りのバットは天高く場外ホームランするのに、肝心なところでは、風向きを変えそうな雰囲気を醸しておいて、普通にストライクでアウトになる。観戦していた少女、メグはキレのいいツッコミを入れ、隣の大柄な少年、マックがなだめる。そんな平和な光景に目をつける女が一人、あれ以来バイクにまたがったまま上空から戻れず、柊からバットをぶつけられかけ、挙句バットの風圧でイースト側へ墜落したはるかである。一方、試合から戻った柊は帰宅が重なった父親から、有名なおもちゃ、タリスポットの改良中の試作品をもらう。父親のサスケはおもちゃメーカーで製作に携わっているが、よく試作機を没にされるのだ。しかし、野球三昧の柊はこの大人気おもちゃについては詳しくない。そんな家族の光景を、車窓越しに見つめる黒服の男たちがいた。翌日、スケートボードにメグとマックを乗せてギリギリの登校を果たした柊は、タリスポットを持ち寄ったクラスメイトの、レジェンズバトル、を見かける、ホログラムで映される伝説のモンスター、レジェンズを育て、リボーン、という掛け声で召喚し、戦わせるのが、このダークウィズカンパニーが制作した、タリスポットというおもちゃなのだ。柊は早速父親からもらった試作機を取り出すが、タリスポットは、レジェンズのデータが保存された、ソウルドール、がなければ遊べない、ソウルドールが付属してないなんて、不良品をつかまされたんだろうか。がっかりしている柊をよそに、
クラスには新しく配属された新人教師がやってきた。やぼったい風情の女性教師の名は、はるか、ヘップバーン。くだらないダジャレで笑っていたら、なぜかバットを返された上に、しっかり訂正を要求されてしまった。目をつけられたかもしれない。ブルックリン101小学校をよそに、ダークウィズカンパニー本社ビルでは、風の谷スポットが生まれようとしている、という、何やら怪しい会話が、どんな手を使ってでも奪え、と命ずる黒いドラゴンに、社長はすでに手を打っていると答える。そんなダークウィズカンパニーの手先である女部長の BB が、黒服の男たちを引き連れ、学校帰りの衆たちの前に現れた。持っている白いタリスポットを、50ドルと引き換えに交換しようと、持ちかけてくる BB に、衆は金に釣られて渡しかける。でもこれ、父さんからもらったものだしな。若干躊躇する衆に、100ドルでもいいと迫る BB。メグが、そんなものにすぐ100ドル出すのはおかしい。と正論で諭すも、1000ドルでどうすか。と衆は交換条件を釣り上げにかかる。これには BB も堪忍袋の尾が切れ、黒服コンビ、JJ を使って力ずくで奪いに来た。未だに金に釣られたままの衆をマックが踏んじばり、メグが説得し、衆、メグ、マックの3人は、ニューヨークの街で逃亡劇を追っ始める。なんだか忙しいあらすじだね。この、レジェンズ、蘇る竜王伝説、は、あらすじを見ての通り、明らか怪しいおもちゃ会社、ダークウィズカンパニーが本物のソウルドールを発掘したのをきっかけに、父親からタリスポットをもらった主人公の修造、松谷が、それを狙うダークウィズカンパニー社員に襲われ、その流れで本物のレジェンズ、ウィンドラゴンを復活させてしまう物語なんだけど、ここまででもうお分かりいただけただろう。そう、これはギャグアニメです。ちょくちょく英語解説が挟まって学べるギャグアニメです。ちなみにさっき話したのは、だいたい最初の15分あたりまでの情報です。色々なことが巻き起こりすぎではと思ったそこのあなた。この作品は大地秋太郎監督のアニメだから諦めてほしい。古くは、おじゃる丸、セクシーコマンド外伝、すごいよマサルさん、に代表され、2000年代アニメでは、あたしんち、ギャグ漫画日和、などといった、大衆的かつ、ほのぼのから剛速球まで幅広いギャグアニメで有名な監督だけど、一方で、初監督作品の、ナースエンジェルリリカ SOS、や、2001年版フルーツバスケット、信長の忍び、といった、シリアスな側面が主軸の作品でも知られている。監督の名前は覚えてなくても、どれか一つは、皆さんも見たことがあるんじゃないかな。もちろん今回の、レジェンズ、蘇る竜王伝説、でも、その第一監督の味は、1話から遺憾なく発揮されているよ。なんといっても絶品なのは、圧倒的なテンポ感の良さ。キャラのセリフは、主役の子供たちや敵方に関わらず、常にくだらなくも軽妙なキャッチボールになっていて、時に秒速で、時に間を持たせてボケとツッコミが入り乱れる様は、古き良き伝統すら感じる、極上のコメディになっているよ。しかもそんな緩急自在のギャグテイストの中には、なんて残酷なアニメなんだ1話だけよ。などのメタセリフ、いわゆるギャグの、天丼、夫婦漫才、有名作品のパロディ演出、自分の監督作品のネタを有用したセルフパロディ、手作り感あふれる実写素材、逆作画崩壊などなど、様々なギャグアニメの技法が、これでもかと繰り出されていく、まるで喜劇の玉手箱やこれらが主人公の衆の落ち着きのなさと伴って、彼の周りや、関わる人間全てを巻き込み、強引と思う暇もなくシナリオを押し流していく展開は、特に、怪獣とパートナーという要素から連想される、ポケモンシリーズや、デジモンシリーズ、デビチルといった、レジェンズ、以前の反則アニメと、一線を画する独自性として、作品の要となっているんだ。今ではカブト防具やモンスーの、ジュエルペットあたりで、さらに過激な方向性に振り切った後続が多いけどね。そしてあらゆる展開がギャグの文法でお出しされるこのアニメにおいて、反則アニメのお約束展開もその影響を逃れられない。話を先読みする必要は全くない。頭に優しいアニメなんだけど、それにしたってこんな形で出てくるとは思わないじゃないか、と、初見時はいろんなところで思うこと間違いなし。そんなギャグワールドが展開されるのに、舞台はニューヨークで、BGM にはおしゃれな本場、マンハッタン、ジャズ、クインテットときたもんだ。しかも作中には、時折英語のナレーションや次回予告、劇中セリフの英訳を伝える、英語エータ、なるものがいるので、ついでに英語表現も勉強できるよ。
カートゥーンを連想するくらい、しっかりキッズアニメをやっているのに、キッズアニメらしからぬ風情も持ち合わせているのが、アニメ版、レジェンズ、の大きな特徴なんだよね。しかし、このアニメが他と違う質感なのは、単なる変わった要素の組み合わせだけではない。それは、レジェンズ、蘇る竜王伝説、が進むごとに明かされる、伝説の古代生物、レジェンズという設定も大いに関係しているんだ。異様の存在と子供がパートナーになる、という物語において、ポケモンは、実際に世界に生息する動物として絆を結び、デジモンやデビチルは、基本的に自分の住んでいる現実世界ではない、別の空間に生息する存在と、壁を越えた関係を育んでいく。レジェンズ、蘇る竜王伝説、でのレジェンズというモンスターは、かつて地球上に存在していたとされる、伝説の生き物の総称であり、その存在は古い伝承や古文書でしか記述が残っておらず、一部の研究者にしか認知されていない、マイナーな存在だ。その上、作中世界では大企業たるおもちゃ会社のダークウィズカンパニーがタリスポットを発売したため、むしろレジェンズと呼ばれるあまたの生き物は、ダークウィズカンパニーが作り出した、架空のモンスターという認識が一般的になっており、いった存在としてレジェンズを知る者はほとんどいない。そう、明らか怪しいダークウィズカンパニーと、自称レジェンズオタクの遥か以外は、自体は図らずも、貴重な知識人たる二つの陣営が、おもちゃではない本物のソウルドールを発掘し、持ち出したことで動き出すんだ。そしてシュウは、BB たちから、本物のレジェンズを差し向けられたことで、本物のウィンドラゴン、シロンをリボーンさせる。それからのシュウの日常は、本物のレジェンズと関わったことで、風のサーガとしてタリスポットを狙われ大の大人に逐一襲われる生活が始まり、同時に、世界に実在するとも思ってなかった。白くてでかくて強くて怖いけど、普通に会話ができて自分たちを守ってくれるユウとの共存生活が始まるんだよね。でもなぜか、ちゃんとリボーンの手順を踏まないと、シロンはネズミみたいな姿になってて何喋ってるかもわからない。戦闘にならない限り、何言ってるかわかんねえよ。と言いつつ、シロンとしばき合いに近いじゃれ合いをする週の光景が多い。彼の日常は冷静に考えると、案外ぐっと危険度が増していて、ぶっちゃけ本人よりメグやマックたちのがそれっぽいリアクション取るんだけど、週の、常に楽観的で誰とでもフランクにしか接しない、能天気なキャラクターが、なんだか大変なことになっている展開を、あくまでもコメディとして成立させているんだよね。かつ、この週のちょっとやそっとでは変わらない性格が、それまでの日常の実続きとして機能しているから、視聴者の方も、あくまで彼らの日常を見ている感覚でこのアニメを見ていられるし、どんなレジェンズが出てきても、なんだか日常の延長として回収されてしまうんだ。この点に関しては、敵型として出てくるダークウィズカンパニー社員の BB、JJ のトリオにも言える、いかにも悪の幹部、という風情で出てくる彼らだが、どこまで行こうと単なる部長と平社員なのが3人の実情。急に女将からタリスポット回収の案件を振られ、タリスポットと本物のレジェンズのソウルドールも支給されたので、よくわからないが今日も業務に励むしかないとシュウを追っかける毎日。シュウとシロンの出会いが、夢のあるファンタジーなら、BB と JJ が体験するレジェンズとの触れ合いは、まさしく、異種格闘技戦だ。肝心な時にコミュニケーションが取れるシロンとは違い、ダークウィズカンパニーから支給されるレジェンズは人型に近いならまだいい方。喋らないめっちゃでかいワームだったり、蚊にしか言わないめっちゃでかいカニだったり、やっとまともに会話ができると思ったらワニ言うと切れるワニだったり、美人なのに態度がでかいハーピーだったりとてんやわんや。目的以前に、そもそも支給されたレジェンズたちとの、コミュニケーションの段階で四苦八苦する姿は、この、レジェンズ、というアニメが、子供たちの成長端だけではなく、しがない大人たちの奮闘、も映していることを、序盤から教えてくれるよ。このように、徹底して、日常生活におけるレジェンズとの意思疎通、が、子供の目線、大人の目線それぞれで書かれていくんだけど、その大筋を入り口にして物語は、戦いとは別の子供同士の交流や、サーガという当事者になってしまった、それぞれの子供の心情描写、それを知らず知らず見守る、親や大人たちの右脳や決意も織り交ぜていく。急にレジェンズと関わることになった、子供たちや BB、JJ、レジェンズという存在を知りながら追求している、ハルカやダークウィズカンパニー上層部。事態についていくことはできないが理解することはできる、父親や母親たち。この3つの立場の目線が、常に物語を構築し続けているんだよね。さらに使い捨て同然のモブや敵レジェンズたちまで、
脇役として余すところなく使いこなされているのも、驚かされるポイントだろう。そしてこのアニメは全体的に、悪意のある行動をするキャラが少なく、そういう役割だからやらなきゃいけない。自分が守らなくてはいけない。という、自分の過去や立場からの悩み、反省からの使命感など、ポジティブな動機から来る行動が目立つのも注目だ。人間もレジェンズも一様に、善意の空回りやすれ違いを起こす展開は、大地監督がかつて、フルーツバスケットの旧アニメを任された、その理由を垣間見れることでしょう。なし崩し的に受け入れ、異様であるレジェンズを前に変わらず振る舞える、衆という、異端児が物語の始まりになっている分、言葉を理解し頼れる彼らが、どのような存在なのか明かされていく中で、何を目撃し、どのように感じ、どう向き合っていくか、という、周囲の心の変遷が、非常に丁寧かつナチュラルに描かれているのが、アニメ版、レジェンズ、の、最大の魅力なんだ。特にサーガとして関わっていく11歳の子供たちの、個々の性格の違いから生まれる反応の際、そうなるまでの環境に対する、感情の露出の描写は凄まじい。出演している声優の多くがベテランのため、笑える場面とのギャップ激しい。些細な表情がつぶさに伝わってくる熱演に、釘付けになることでしょう。そんな彼らサーガとレジェンズを、ここでは見る前の導入程度に、どのようなものなのか、紹介がてらつまみ食いしていこう。4大レジェンズのうち、風属性のシロンと衆の二人三脚は、レジェンズ、という物語の始まりであり、そして終わらせる歩みでもある。衆がどこまでも子供らしくひょうきんなのに対して、ウィンドラゴンのシロンは、クールそうに見えて柄も口も悪く喧嘩っ早い。しかしリボーンされない姿が月種類のそれで言葉も通じないため、衆からは普段、ネズッチョ、と完全にネズミ扱いされており、本来の竜の姿には、デカッチョ、と、可愛めなあだ名をつけられている。ほとんど本能的にリボーンされて以来、襲われる衆を幾度となく助けるが、最初は成り行きに流されがちで、サーガとしての自覚が全くない衆の態度に、本当にこいつが風のサーガなんだろうか、と悩むことも多く、むしろ的確に状況を言い表すマックの方に敬意を払っていた。しかし、お互い生活を共にしていくうちに、衆はシロンを、自分の生活に欠かせない仲間として扱い、シロンは衆の、喜怒哀楽を素直に出す純粋さや、家族をレジェンズ絡みのあれこれに巻き込みたくない、という、彼なりのけじめに触れ、一人の人間として心を砕くようになる。表向きのキャラクターは正反対だけど、変に意地を張って強がるところなど、根底では通じ合うところが多いのが、シロンとシュウのコンビなんだ。それとは対照的なのが、シュウに続いて書かれる、非属性のブレイズドラゴン、グリードーとディーノの絆だ。ディーノは、1クールの途中から野球を通じてシュウたちに出会い、中でもマックと親睦を深めていくうちにレジェンズに襲われ、同時に訳もわからないままグリードーと開口し、サーガとなる。ディーノは子供たちの中で最も裕福な暮らしをしており、将来は父の会社を継ぐ社長になることが決まっているほど優秀だが、そんな恵まれてばかりの自分が、逆に彼のコンプレックスとなっている。金の出所である父親の家業は、安い他社の模造品の販売で成り立ち、美しく優しい母は、家に戻らない父に心を痛め、幼い頃に家を去った。教えられたことは何だってできても、教えられた通りにしかできない。社長になるための生活をひたすらこなしてきたディーノは、非常に大人びている反面、自分の誇れる部分を見失った子供だ。そんな自分の素の部分を、一人の時間と共に共有できたのが、彼が初めていた秘密の友人、グリードーである。グリードーは荒々しい外見とたがわぬ荒っぽい声をしているが、その実冷静で、仲間たちの連絡役になることもある。反面、本編以前から種族を超えて仲が良いウェアウルフのウォルフィーと、マンティコアのリーオンとは、男子学生のようなテンションでつるむなど、意外とコミュニケーション力に長けているのが、グリードーの長所だ。それゆえディーノにとっては、寄り添う理解者でもあり、失いたくない友人でもある。しかしグリードーには、自らの非属性が破壊に長けていることを、自分には何かを想像することはできないのだろうか、と悩んだこともあった。己の出自や行動を疎みながらも、互いの過去を理解し、尊重し合う関係を築いていくのが、グリードーとディーノというバディなんだ。2クール目に突入すると、エピソードはより異様と向き合う要素が強くなる。水属性のビッグフット、ズオウとメグの雪解けには、きっと息を飲むだろう。メグはトリオの中でも気丈に振る舞う勝ち気な性格だが、あくまでも心は11歳の子供で、こと友人の危機には最も取り乱しやすい。
今でこそしっかり者の彼女だが、本来は内気で表情が暗くなりがちな、他者とうまくコミュニケーションが取れない子供だった。ズオウはそんなメグの心の機微を感じ取って彼女の前に現れるのだが、非常にタイミングが悪かったのもあり、彼らの関係は最悪なスタートを切ってしまう。ビッグフットは4大レジェンズの中でもとりわけ小さく、最も人間に近い姿だが、ズオウはその性格も非常に幼く、喋り方もコミュニケーションもたどたどしい。クレバーな立ち回りが一切できないズオウは、強い使命感そのままに、うまいやり口を見つけられないまま、何度もメグに突き放されることとなる。そんな冬の時代を終わらせたのは、何としてもサーガであるメグを、メグの望む方法で守ろうとする、一途なズオウの行動だった。どうすれば仲良くなれるのかがわからなくても、違う相手と手を取り合えば、自分の居場所を見つけることができる。それがズオウとメグが演じる、友情の情なんだよね。最後に味方のサーガとして折り合いがつくのは、土属性のグリフィン、ガリオンとマックの歩み寄りだ。もともと序盤からシロンに高く買われたりと、種族問わず相手から、誠実でおおらかな人柄を評価されていたマックだが、彼の日常は、土のサーガであることを敵方に察知されてから一変する。彼が呼び覚ますであろうグリフィンは、古来から人に知恵を授ける存在であり、またレジェンズの歴史や本来のあり方も熟知していることから、敵は一足先に接触してマックを洗脳し、彼が完全にサーガとして覚醒する前に、眠りについていたガリオンを、無理やりリボーンさせる。敵はガリオンの勧誘まで試み、シロンやグリードーの訴えで阻止できたものの、その後の戦闘で、マックとガリオンは何度も敵に利用されることとなる。マックは土のサーガであることを受け入れたことで、ようやくガリオンと対面するが、次はレジェンズと人間が抱える、また別の溝があることが分かってくる。ガリオンは味方レジェンズの中では数少ない女性人格だが、二足歩行のドラゴンであるシロンやグリードーよりも大きい、群を抜いた巨体だ。彼女は自然のありさまを感じ取れるがゆえに、人間の発展とともに、失われゆく環境と、自然への敬意を忘れた人間を嫌っていた。さらに味方の中で最も真面目な堅物で、厳かな印象が強く、サーガの子供たちからも畏怖を抱かれやすい。マックは、そんな正しさを重んじるからこそ理解されづらい。ガリオンの性質を受け入れ、一対一で向き合って、彼なりに、人間が生み出せるものもある、と、伝えようとするんだ。長きにわたるマクロな歴史が愚かさの証だとしても、そこに生きるミクロの命を尊ぶことに変わりはない。マックとガリオンは、過去と現在という地続きの二者なんだね。子供たちの他にも、作中では様々なレジェンズと人間の物語が、所狭しと書かれていくので、ぜひともそれは本編を見て確かめてほしいな。作品とキャラについての推しが大体発散されたから、じゃあ原案についてでも話すか。レジェンズは、冒頭にお話しした通り、ウィズに所属していた、渡辺健二氏が原案であり、実際に2004年にバンダイでタリスポットやソウルドール、ゲームボーイアドバンスとプレステ2の家庭用ゲーム、はたまたトレーディングカードゲームまで発売されており、特に家庭用ゲームの方は、出来が良かったみたいなんですが、そもそも小説、漫画の時点でキャラ設定が統一できておらず、アニメは物語としての既存設定が使えない、という縛りプレイで、お世辞にも総合的なコンテンツとしては、全くまとまっていなかったせいか。かろうじて2020年現在、アニメ版とゲームソフトのホームページは見られるのですが、タリスポットなどの専用機のホームページが、家庭用ゲームのサイトページよりも、先に完全消滅してしまうという顛末を、迎えてしまいました。後年2014年から、大地秋太郎監督自身もツイッターにて、レジェンズ、アニメ制作現場の、非常に過酷な状況を語っており、企画の持ち込み自体がギリギリで、とにかく時間をかけた作り込みができず、公式への反響の届きにくさも相まって、地獄の様相を呈していたようです。また、レジェンズは、それとは別にコンテンツとしての公式ホームページがあり、それこそデジモン図鑑のような、気合の入った設定画と一緒に、一部のレジェンズたちの説明が、かつては眺められたのですが、今ではいつの間にか、その公式ホームページも、深い眠りについてしまったようで、リアルの世界でも、完全に、過去の遺物になる歴史を歩んでしまいました。レジェンズは、とにかくモンスターのデザインがそうクールで、システムはともかく、キャラデザはうまいこと差別化できてたと思うんだけど、
かっこいい設定画は、アニメのちょっとしたシーンやアイキャッチでしか、もうまともに見られないのが、非常に悲しいですね。だって有名なドワーフがこんな感じになるキャラデザですよ。もったいない。正直アニメで出てきた時はかっこよすぎて気づかなかった。幸いアニメではデフォルメされて入るものの、設定画に忠実に描かれているので、おおむね変わらないデザインです。ところで、レジェンズの種族というのは、有名な幻獣からオリジナルまで幅広く、シロンやグリードウといった二足歩行ドラゴンはもちろんのこと、ゴブリン、スケルトン、ブアンパイアなどの完全な人型タイプ、ハーピー、デブオアクロコダイルなどの半獣人や完全な獣人タイプ、ケット、シーやバイコーン、ヘルハウンドなどの四足歩行の動物のほか、ジャイアントクラブ、明治オクトパスといった巨大海洋生物や、完全に鳥そのもののロックバード、ちゃんと合体してるキマイラ、人型無機物タイプのファイアジャイアントに、クソデカスケールの巨人、クラウドジャイアントと、ライトな君もハードコアな野郎も、大満足の取り揃え。あ、終盤だともっとでかいやつがゴロゴロ出ます。私はケモナーなので断言しますが、ケモナーの自覚がある人は絶対楽しいと思います。まず損はないです。というか作中のわちゃわちゃしてる日常がめちゃくちゃ羨ましい。デジモンテイマーズもかなり羨ましかったけど、それとはまた別の良さがある。私もアンナちゃんのふかふか足に埋もれたリズ王の肩に乗りたい。最初にレジェンズのハーピー見た時、その人間と鳥の絶妙な境界に、くっそ感動したのは未だに覚えてます。人間だけど鳥なんだよな。すでに知ってた皆様は、お気に入りレジェンズはいましたか？私は子供の頃だとガリオンにめっちゃロマンを感じてました。あのデカさ、憧れる。竜よりでかい四足の賢い生き物、夢の塊ですわ。これでガーリックの効いたハンバーガーを美味しいって食べるんですよ。でもその一方でズオウが死ぬほど可愛いんだよな。バブみを感じておらる、という言葉がありますが、ズオウの場合、こっちが自主的に世話したくなる、圧倒的オラリテで訴えてくるのがやばい、FGO でアステリオスとユーアレの組み合わせが好きな人は絶対ツボに入ると思う。もちろん、人間レジェンズ問わず彼らの魅力を支える声優にも注目だ。レジェンズは、とにかくどこもかしこも場数をこなしたベテランばかり。主役の岡村明美は、ワンピースのナミ役とは思えないガキっぷりを披露し、マック役の鈴木雅美は、スレイヤーズのアメリアとは思えない可愛らしい演技を披露し、メグの感情を表しきったナスメグミは、凄すぎて後にギャグビにたくさん出演するとは思えない。アゲク D の役には、島次郎やヘンゼルでおなじみの南尾美と来たもんだ。しかもシロンは井上和彦で、ガリオン役には土井美香が来て、ズオウにはハニー先輩や旧もみじを演じた。斎藤彩香ってんだからとんでもねえ。声優陣の中には V シネ俳優から引っ張ってこられた人もいて、グリードウ役には、仮面ライダーカブトにも出演した山口義行が、ウォルフィー役には、後に虫師の銀行に抜擢される、中野優斗が当てられているよ。仲良しトリオの3分の2が V シネ俳優なせいか、ちょくちょくセリフでもネタになっています。ちなみに、レジェンズには、後の銀行役である中野さん以外にも、虫師に出演している人がちらほらいるので、意外な発見があるよ。ちょっと美人なレジェンズオタク、はるか先生には淵崎ゆり子が当てられており、何気に作中で最もキャラの振り幅がでかく、実質4人分演じる試されるシーンも、でも1話から、おしっこ漏れると大絶叫するのも結構衝撃的。ダークウィズカンパニーメンツの BB は、悠々白書で稽古を演じた復帰後の天野ゆりですが、実派集のお母さんも天野さんが演じているよ。二人合わせて JJ は、のっぽの J1 が竹本英二でずんぐりな J2 が前田武史ですが、このコンビは様々な回で、上司の BB 以上に大量の金役を演じております。でも前田武史はツッコミで叫んだ瞬間前田武史なのがわかる。ささやかなモブの中には、後のギャグ美でおなじみの内藤亮や、矢部正人も結構な頻度で紛れているので、耳の良い人は気づけるでしょう。あと、よく見たら台のつくベテランで異様に豪華、という、キッズアニメあるあるももちろん味わえる作品なので、声優に詳しいと、そのあたりでも笑えてくるアニメになっております。音の面では、サウンドトラックも非常に特徴的。音楽を担当するのは、ダブルオーツとしても活躍する、作曲担当、阿部淳と、編曲担当、武藤誠司のポップスコンビ。
レジェンズ、以外でも、大地監督の作品を担当することが多い彼らですが、今回は大地監督の要望で、ニューヨーク録音のジャズという希望があり、なんとアレンジャーとしてグラミー賞も獲得したアメリカの大御所、デビッド・マシューズを急遽手配できたという事態。レジェンズでは、すべての BGM がジャズというわけではなく、作中の劇版には、キッズアニメらしいシンセによる BGM もあるのですが、残念ながらそちらは音源化されていないようで、デビッド・マシューズ率いる、マンハッタン、ジャズ、クインテットに演奏されたジャズ BGM のみ、サウンドトラックとして販売されております。ブックレットには、プロデューサーの一人である国木山秀樹氏の、詳細な楽曲解説、レコーディングまでの経緯がしっかり記録されているほか、大地監督や安部氏のコメントも掲載されており、とっても丁寧。そして表紙のみならず、レコードを模した CD の盤面印刷には、ねずっちょも小さく印刷されていて、非常にキュートな一枚になっております。公式で発売されている CD には、キャラクターソングとオープニング、エンディング、挿入歌、すべてをまとめた、レジェンズ、スピリチュアルベストソングス、があり、16曲あるうち、実派オープニングとキャラソン1曲と挿入歌3曲は、大地監督ご自身の作詞だというのが、ブックレットを見るとわかります。主役となる子供たちやレジェンズはもちろんのこと、なぜかギャグ時空特有の、呼ばれるとどこにでも出てくるネタキャラ、ダークウィズカンパニーの総務さんにも、キャラクターソングが作られており、若かりし沢城みゆきの歌も聴けるぞ。キャラソンの方は、それぞれバラの販売もあり、そこにしか入ってない音源もあるので、コレクターは探してみよう。ちなみに公式ではドラマ CD も発売されていて、やはりここでしか聴けない音源があるので、結構コレクターは忙しいね。だが、レジェンズで豪華なのは、声優や BGM だけではないぞ。なんとエンディングとして流れるのは、1972年に発売された、山本リンダの名曲、どうにも止まらないの、英語バージョン。選曲は大地監督が、主人公の州をイメージしたゆえなんだけど、今回の、どうにも止まらないはただごとではない。なんと器用に際して、作詞を担当した悪友氏がわざわざ、主人公の州に合わせて、男目線の歌に書き換えているのだ。それを作詞家、ゲイリー・パールマンが英訳し、無頭氏の現代アレンジで、新たな復活を遂げたのが、その名も、どうにも止まらないノンストップ、である。サンバのリズムだけでなく、よりラテン音楽の色が強くなったこの曲を、ソウルフルに歌い上げるのは、ボーカリスト、ブレンダ・ブオーン。実派コーラスとして、日本のテレビ番組やライブにも頻繁に出ている人物で、非常に情熱的に訳された歌詞同様、パワフルな歌唱で魅了してくれます。ほとんどのクールは英語バージョンがエンディングだけど、終盤38話からは、本家山本リンダが歌う、日本語バージョンに切り替わるというサプライズ。しかもビッグフットのリンダでリンダがゲスト声優も務めるサプライズの連続。ちなみにゲスト声優ではフジテレビだったのでカルベさんも出てます。英語と日本語、どちらも別の CD に収録されているのでそこだけ気をつけよう。また、レジェンズでは15話から、挿入歌の演出が入りますが、その曲は、1983年からデビューし作詞家としても活動する、歌手、国分ゆりえのリリースした、空色の指先。こちらもタイアップではなく、制作時点ですでに存在していた曲ですが、既成曲とは思えない、奇跡的なマッチングから起用されたんだよね。最終回では、これで涙腺にとどめを刺された人も多いのではなかろうか。作中では BGM としてピアノソロバージョンも作られており、それぞれ2枚のサントラに収録されているよ。エンディングと挿入歌、どちらもタイアップじゃないのに実質タイアップという、不思議な、素材の超融合、が味わえるのも、独自の考えだね。そんな素敵なエンディングを見ていると、おそらくあることに気がつくでしょう。そう、作画や動画周りのスタッフのほとんどがアルファベットの名前であることに。レジェンズのアニメーション制作は、80年代後半から単独制作を始めた、昔ながらの有名タイトルでおなじみ、スタジオギャロップ。レジェンズでは、ギャロップが海外委託ルートとして提携していた、韓国のドンウーアニメーションが、制作協力として、フィルムにするまでの動画作業を担当していたんだよね。当時の韓国外注制作に対する評価を耳にして、コミュニケーション不足の可能性を考えた監督が、はるばるやってきた創作が監督をぶっ倒れさせるまで打ち合わせたところ、やりすぎなくらいヌルヌルアニメになったため、デジタル編集で編集担当の中川正夫氏が、あえての中抜き作業をするという、
とにかく手のかかったアニメになっております。現在ではすっかり韓国アニメを代表する会社となり、世界中大アニメーション制作会社に選ばれるほどの大企業に成長しているよ。このような裏話は、監督がツイッターで2013年にポロッとレジェンズの話題を出した際、思わぬ反響があったのを機に、2014年から本格的に当時の回顧録として、つぶやいてくださったもので、現在でも検索すると掘り出せます。ファンの方がプラッターにまとめてくれたものもあるので、出てこなくても安心。皮肉にも、放送当時より10年経過してから好意的な感想を観測できるようになった結果、なんと2018年4月、第一監督と集約の岡村明美氏によるトークイベント。今僕レジェンズ語りまくるナイトを、監督自ら企画する運びとなりました。こちらもファンの方がレポートを残してくれております。シリーズコンセプトという名の構成担当、長浜博氏が作中で、コンセプト以外を担当した回が1話たりとも存在していなかったりと、裏話がなくてもギリギリ感が否めないアニメ、レジェンズ。しかし歴史が、螺旋階段で、リボーンを繰り返し進んでいくように、あの日の評価も、螺旋の巡り合わせで相手に届くかもしれません。だからレジェンズをリボーンさせたい人は、ウィズの方に送ろうね。伝説に憧れたところでまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。ギャグのテンポとノリで全てを広げる物語。子供と大人、レジェンズと人間の織りなす引きこもごも。英語も学べて異国情緒あふれるキッズアニメ。初めて最終回を見てから、時が過ぎて大人になった今でも、青空に強い風が吹くと、シロンが飛んでいるように感じます。王道のギャグに、俺たちの心の中に、というものがありますが、ここまでそれが似合う上に、笑えないアニメもないでしょう。だって最終的なキャラへの愛着や売問、話の作り込み自体は、かなり行き当たりばったりだったようですが、子供らしさに忠実なキャラの動かし方、くだらなさがゆえに愛しくなれる表現、自然と週が視聴者にとっても主軸になる引っ込みっぷりなど、かえって第一監督の強みが存分に発揮された作品です。というか、こんだけキャラの性格活かしつつ話作れたら十分だよ。実は最終的に完全懲悪的なキャラが少ない、とわかる話なのですが、そこに関してすんなり受け入れてしまう、不思議なパワーがあるんですよね。そしてノリがいかにも低年齢向けカートゥーンだと思い込んでしまえば、その水面下にうごめく、長浜仕込みの大河ドラマを見逃してしまうのが、この、レジェンズ、の恐ろしいところです。しかし前編難しいことで頭を使わなくても大丈夫なアニメなので、ぜひとも気軽に、衆たちのレジェンズがいる日常を楽しんでほしい。あなたがくだらないギャグを笑って流せる人であれば、この意外と地に足のついた人物描写で走り抜ける。もうどうにも止まらない物語が、あなたを旅立たせてくれるでしょう。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。じゃあな、シュー。次回の推し語りは、薄墨桜、ガロ、リピートアフターミー、チェリー、ブロッサム、ウービューティフォー、ジャパニーズ、ゴールデンナイトガロー。ガロー。